こんにちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。2025年11月11日に全国の映画館でリプレイ横浜公演アンコール上映が開催され、フィギエモン行ってきました。この動画を見ている方の中にもアンコール上映に行ったよっていう方たくさんいらっしゃいますよね。ありがとうございます。なんといってもこの上映された回リプレイ横浜公演2日目の往楽はフィギエモン現地でおそらく一番いい席で見ることができたんですよね。ショートサイドのお立ち台ど真ん中の最前列だったんです。ご褒美です。この日のアイスショー終了後のこのライブ配信をぜひ見てもらいたいんですが、まあとにかくこの席はやばかったです。かなり。だから当日は現地観戦だったので、もちろん映画館で見たことはなかったんですね。本当に。そんな私が今回映画館最後尾のど真ん中のチケットを取ることができました。そう、ど真ん中の一番いい席っていうのが一緒なんです。すごい。実際にこんないい席で同じ公演を見るのって稀ですよね。だから今回は皆様にその見え方の違いや感じたことの違いなどをこの動画でお伝えしちゃいます。なんでこの動画を撮ろうかなって思ったかっていうと、今まで様々な試合やアイスショー生観戦、映画館のライブビューイングなどを見た経験から、大きくよく見える映画館と最前列の見え方ってどう違うのか疑問に思ったことがあったからです。同じ公園で2つ見え方の違いを一人で感じることはなかなかできないなって思いました。なのでだからその見え方の違いのリアルをみんなにお伝えしたかったんですね。この動画を最後まで見るとアイスショーを生で見るということと映画館で見る感覚の違いを知ることができます。また動画最後にはご紹介できていなかったリプレイ横浜公演ファンニューライフをお届けしちゃいます。ぜひ最後まで楽しんでくださいね。OK。こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりもっと幸せな毎日を楽しみたいって方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。チャンネル登録をするとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期に発信しています。はい。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。また2021年9月に始まったメンバーシップではより濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味がある方はメンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますのでぜひ見てみてくださいね。 OK。ということで早速生観戦と映画館の見え方の違いをご紹介していきます。今回アンコール上映はほぼ同じ中央から見ることができました。これたまたまだったんですがフィギエモンはやっぱり真ん中が好きでして通常映画を見るときも最後尾のど真ん中を選ぶことが多いんですね。やはりアイスショーを現地で見るとセンターはテレビカメラの位置でもありますし一番いい場所っていう認識が皆さんあるかなって思います。そんなど真ん中のいいところ、それはリプレイはショートサイド向かいに舞台が設置されているということなんですね。サムネイルの画像はフィギエモンが実際現地で撮影したお席からの写真なんですけれども、舞台のリプレイの四角が歪みなく真四角になっていると思います。通常試合の場合はロングサイドに設置されたジャッジ席に向かって演技をするので一般的にロングサイドの方が見え方がいいことがほとんどです。ですがリプレイは舞台から出てくる羽生選手がショートサイドに向かって滑るシーンがすごく多いんですね。その時羽生選手が迫ってくる感覚が生観戦の時にめちゃめちゃ迫力があります。リアル感がスケートの音と音楽、そして照明の演出とともにやってくるのでそこがかなり興奮ポイントでした。リプレイは最初のプログラムいつか終わる夢がとても暗いんですね。
だから最前列であっても顔の表情はよく見えるわけではなかったです。だから映画館で見た今回の方が羽生選手の場面場面の表情はよく見えましたね。ショートサイドは舞台近くで演技をしている時はかなり距離があるので、想像するよりも羽生選手が小さく見えます。そのため細かい表情までは見えないので、それがわかる映画館っていうのは羽生選手の表情がわかりやすいなって思いました。それは映画館で見る時のいいところだと思います。あと羽生選手のことは見る時の視線の違いがありました。どういうことかっていうと、横浜公園往楽ではフィゲモンはお立ち台からは最前列ではあったけど、実際は5列目だったんですね。なので最前列よりは目線が上にありました。なので映画館はいろんな視点で見ることができましたよね。最前列に近いような低い視点の時もあり、埼玉公園2列目だった時に下から羽生選手の顔を見た経験があるんですが、映画館で思い出しました。あ、こういう角度で見たなぁと。演技中に下の方から見る羽生選手の姿はとても臨場感があって、下を向いて普通は見えない時にも表情は演技をしていて、世界観に引き込まれました。それは横浜公演を生観戦している時は感じなかったことでした。特に最初のいつか終わる夢で自分の視点の高さが気になるフィギュアモンでした。OK。次にみんなのお待ちかね、鳥と蛇と豚です。この演技のことをお話しする前に映像のことを少し。家ではテレビ録画があるのでよく見るんですが、鳥蛇様がフィゲモン好きすぎてよく演技だけ見るんですね。何度も何度も見ます。そうすると前の映像を忘れていっているっていうことに気づきました。リプレイはテレビ録画も見ているし、2023年11月から2024年4月まで生観戦を5回見ているのにもう忘れている。自分の記憶の危うさにもびっくりしたんですが、映画館で見ていてその理由がちょっと分かった瞬間がありました。それは羽生選手の演技と映像を通して見ていると、自分がどこにいるのかちょっと分からなくなってしまうようなトランス状態になっているってことでした。顔がはっきりしてない感じですね。そうすると一瞬で寝てしまうような状態になってます。これが映像の記憶が抜けてしまっている理由だなって思いましたね。現地でも映画館でもこれは感じました。どっちかっていうと映画館の方が見たい映像が出てくるっていう意味で自分が強くトランス状態に入っているのを感じます。いっぱい覚えてない映像が出てきて、そしていよいよ鳥蛇様が登場です。現地では最前列とはいえ登場シーンは顔の表情は全くわかりません。映像で出ていたかもしれませんが、正直生羽生選手を見るので精一杯。だってものすごい迫力で立ってたんですから。映画館ではこの時の表情がよく見えましたね。立っているだけなのに表情も演技をしていて世界観がバッチリ出ています。ただショートサイドに迫ってくる時のあの迫力は現地に勝るものはなかったですね。音、姿、気配、空気、すべてが迫ってくるあの感覚はものすごいものがありました。映画館ではあの時感じた興奮を思い出している感じでした。そういう意味では映画館だけだったらあの現地の興奮ほどはいかなかったのかもしれないなって思いますね。現地でお立ち台に来た時、正直な話、私の頭の中では映画館の映像より羽生選手大きく見えました。現地では映画館の視点より目線は少し下からだったんですね。それに実際に最前列にいると光がものすごく当たっていました。お立ち台に羽生選手が来た時、一瞬私が着ていた服の色が映し出された瞬間があったんですね。そこからわかるように私自身時々ライトを浴びていて、そうなると見え方も舞台にいる人のような感覚になる時があります。そう、視界がめちゃめちゃ明るいです。そんな感覚で観戦していたんですが、映画館はもちろんそれがないので、違うんだなぁとだけ思って見ていました。でも鳥蛇様の最後の瞬間は映画館で見た時の映像に現地で見た時と近かったですね。ただ現地ではお立ち台で演技をしている羽生選手を見て、
口を開けてた気がするので、口を開けるほどの驚きは映画館ではなかったです。その感想でちょっと感覚が分かったかなっていう方もいらっしゃるかなと思います。そして現地で見たとき、羽生選手が舞台入り口へ向かうとき、四角いレーザーの海の中にいるような感覚がありました。自分が今どこにいるのか分からなくなるぐらいレーザーの海でしたね。それは映画館では感じませんでしたが、羽生選手の表情が映ってたので、そこを見ることができました。現地では背中から感じることしかできませんでしたからね。 OK。 そして次のアシュラちゃん。現地ではまだ鳥蛇様の興奮が収まってなくて、違う興奮で頭がぐちゃぐちゃになった記憶。映画館ではぐちゃぐちゃになることはなかったとしても、最初のフレーズが鳴った瞬間、最高のボルテージに爆上がりでした。知らないうちに手拍子してましたね。そうそう、私が今回選んだ映画館は初めて行ったんですが、静かなタイプの映画館だったみたいでした。隣の方がおっしゃってたんですが、池袋はワーワーキャーキャー言ってたけど、この会場は静かなんですよって。確かに静かめでしたね。ヒゲモンも池袋は一回行ったことありますが、やはり結構声出ししてる方がたくさんいらっしゃった印象でした。そんな静かな映画館でも関係なく自然と手拍子をしてしまうアシュラちゃん。コーレスも密かにやってる人がいて、やっぱり上がるプログラムだなっていうのはどこで見ても一緒だと思いました。アシュラちゃんは特に映画館で見た時の方が羽生選手の顔の表情がやっぱりよく見えましたね。動きが速いし、移動範囲も大きいので、現地で見るときは自分の方向を向いているときしか、いけない視線をもらえないので、完成からどんないけない表情をしたのって、見たかったよって、こっちにもやってくれるかな、そんなことばっかり考えてました。でも映画館はすべて表情を見せてくれましたね。これは最高でした。OK。そして次はメガロバニア。エコーズでもメガロバニアやってくれていましたが、リプレイのメガロは、そう、最初のスケートの音が最大の見どころですよね。久しぶりにフルメガロだと思いながら映画館で見ていました。映画館では羽生選手のスケートの音がとても大きかったですね。メガロバニアのスケートの音は、現地、テレビ、映画館、結構違いがありますね。映画館では大きい音で聞けてめちゃくちゃ臨場感があってよかったです。そして現地での記憶はショートサイドからだと音を出す場所から席がちょっと遠くなるので映画館ほど大きく聞こえなかったです。ただ大きい小さいではなくて現地の場合は音を出す時の空気の揺れみたいなものを感じました。その感覚が違いましたが映画館は映画館でなかなかいい音だなっていう印象でした。あと映画館で見ていて思ったんですが羽生選手めちゃくちゃかっこいいですね。ヒゲもあんまりかっこいいなって思って見ることは少ないんですが顔がよく見えるからかすっごくいい顔していてかっこよかったです。 OK。 そして前半最後の破滅への使者。現地ではこの演技の時は明るい照明になるのでめちゃめちゃ見えるっていう感覚になる瞬間なんですよね。一気に世界観が試合になる。そして6分間練習。現地で見ている時、練習の時間は視界からの情報と音からの情報で臨場感マックスになったっていう感じでしたね。羽生選手の滑る音が妙に大きくて、それでいてもしかしたらこの時間が一番早く滑ってるかも。だから、すぐにこっちに来て一瞬であっちに行っちゃう。そんなことを感じながら頑張れって思いながら練習見てました。映画館でも現地で見た時の感覚の 70% ぐらいはありました。何でしょうか。映画館、スケートの音が結構臨場感が高かったので、それが理由ですかね。最後は心の中でゆず頑張って言ってました。改めて、破滅のジャンプの構成、やばいよね。極限まで技術を見せるっていう感じが、今試合出たとしても、ほんと金メダルだなって思いました。余談ですが、先日の NHK 杯を見ていて、点数でわかるとは思いますが、羽生選手の現役時代よりもちょっと構成が落ちているかなっていう感想でして、だからこそ余計に映画館で見るクジャ様のジャンプ構成にビビってしまったフィギュアモンでした。
映画館と現地の違いで一番顕著なのは、結果を知っているか知らないかということがありますよね。映画館でも頑張れとは思いましたが、現地では全身全霊で頑張れって言ってた気がします。そこは今なのかそうじゃないのかの違いになっちゃうので、当日に映画館で見ていたら今回とはちょっと違う感想になったかもしれないですね。ただ最後のドヤ顔は大好きだし、この顔見たかったって思うところは映画館ならではかもしれないです。 OK。 そしていつか終わる夢リ。なんでかこのプログラムの時、いつも心がどっかふわっとしてしまっているフィゲモン。なんでしょうね。現地でも映画館でもこの演技の時、どっか違う次元へ行ってたのは一緒でしたね。前半がすごすぎて、この時心が追いついてないっていうか、いつか終わる夢とは違う照明で、よりはっきりいろいろ見えるこのリのプログラムがスローな感じで美しいなっていう感想は同じでした。この演技の時、フィゲモンはどこにいるんでしょうか。 OK。 そして次の天と地のレクイエム。この演技といえば灯籠が印象的。映画館で見ている時も灯籠見えるかなって思って見てました。この日の現地はちょうど灯籠があんまり見えない位置だったかもしれないですね。正直現地でこの演技の記憶があんまりなくて、リーに引き続き心がどっかに飛んでいった時間だったかもしれないです。映画館では灯籠も美しく見えたし、羽生選手の演技とスケート技術にうっとりしました。やっぱり上手くなってるなーって思ったりして見てましたね。この演技をリアタイで披露していた2015年頃の残像が私の記憶の中にありまして、もともと上手でしたけど、やっぱりところどころ今の方が上手い。そんなことを思いながら演技を見る時間は至福の時でした。OK。 そしてあの夏へ。やばいやつがそうだ、リプレイに入ってたんだよなって思い出しました。現地で見ていた時、一番覚えてるのがフライングキャメルスピン。この曲はかなりゆったりとしたテンポの曲ですが、フライングキャメルスピンという躍動的な技をスローモーションでやってくれている。スローでこの技をやるのって見ているよりも難しいんじゃないかなって今思いましたね。現地ではこの技をしている時の角度がめちゃめちゃ写真でよく見える角度が時々現れるんですね。それが感動的。それにあの空気感が泣くしかないでしょって感じになるのがあの夏への演技でしたね。映画館でもその空気感を感じてボロボロ泣いてました。フィゲモンは曲調だけで泣けるっていうのがあるんで余計泣いちゃうんですよね。前の動画、羽生結弦の演技を見て泣くわけでもお話しした通り、泣くと浄化されます。デトックス効果満載のあの夏へでした。OK。 そしてリプレイ最後の春よ来い。リプレイの春よ来いは演出がすごく天国感があるなって現地で見ている時に感じていました。光がすごく明るくて映像が天国のように美しい。現地で見ていた時の方が舞台の映像に対して臨場感があって天国にいるかのような気分になりました。そして出てきた羽生選手の春よ来い。この演技から希望がすごく見えました。リプレイ最後の演目なので終わっちゃう、そんな感覚が少なからずある春ちゃんでした。映画館と比べるとこのプログラムはすごく違いを感じました。なんでかな？多分明るいからじゃないかなって思います。明るいといろんな情報が見えるので、現地の方が臨場感が高い分感じることが多かったように感じますね。最後、お立ち台にまた来てくれるわけですが、現地ではめちゃめちゃ近くで上がっていくお立ち台とソファにいる羽生選手を感じて、そして鳥蛇様の時より明るいので、うわ、近い近いって思ってましたね。近い興奮みたいなものがあって、彫刻のように美しい羽生選手に見とれていました。映画館ではそう思ったことを思い出していました。もうちょっと下から見てたなーとかですね。舞台の方に戻っていく羽生選手を見る時の寂しさは現地でいる時の方が大きかったです。お立ち台最高ってね。OK。
そしてエンドロール。お決まりで泣くところだよね。もちろん現地でも映画館でもこのエンドロールで号泣。このエンドロールはなんだか人生のエンドロールみたいで、何回も何回も見たことあるからこそ映画館で見たエンドロールが一番心に響きました。素晴らしいプログラムの数々、それを素晴らしい出来で今日も披露してくれた。このリプレイのエンドロールを見て感じる感情は、人生の厳しさ、希望、生きるということ。それらを知らず知らずのうちに自分の人生と共鳴させて涙を流しています。OK。アンコールで登場した羽生選手はこの日いろんなことを語ってくれていましたね。この時ショートサイド近くでいる時めちゃめちゃ近かったんです。大きく羽生選手のことが見えました。映画館で見るよりも実際は大きく見えた瞬間があったかなと思います。そしてファンの皆様と羽生選手がいてるレッドミーエンターテインユーの前のトークですね。羽生選手ってファンの皆様っていう言葉をあんまり発さないなという記憶でした。なのでこの時初めて言ったのかな、そんなことを思い出していましたね。レミの演技は記憶をなくすほど楽しく見てました。映画館でもボルテージマックスになっちゃいましたね。自然と笑顔になっている自分を感じました。でもね、涙は流したままでしたね。泣きながら笑ってました。そんな幸せな時間を映画館で過ごすことができました。そして皆さん、知ってるでしょと言わんばかりの生命の羽生選手のコール。さっきまで泣いてたのに、もうギャーってなってる自分がいましたね。お箱の生命を見せてくれて、演技を見て大変そうだな、めっちゃ楽しいんだなっていうところに、ロンカプの曲が始まります。ああ、そうだった。まだやってくれるんだっけ。やばいな、やっぱりリプレイ。そう思った瞬間でしたね。映画館では少し客観的に見れている部分があったので、そう思ったけど、現地ではワクワクして見ていた気がします。現地観戦では鳥蛇様の爆発的な印象があったから、このロンカプの時の印象が今では消えてしまってます。でも映画館でもう一度このシーンを見ることで、リプレイという史上最高の単独アイスショーの理由をまた知ることになった気がします。やっぱりこのセトリは異常です。この異常なものを現実にしてしまう羽生結弦の凄さをアンコール上映でもたっぷり感じることができました。皆様はどんな感想を持ちましたでしょうか？ぜひコメントしてみてくださいね。OK。ということで、ここからは、フィギエモンファンニューライフということで、2024年2月17日、リプレイ横浜公演初日の様子でございます。初めて、この日、桜木町に降り立って、めちゃめちゃフィギエモン上がっております。ワクワクです。こちら、羽生選手の羽もつけて撮影してきました。パチリ。桜木町の駅を降りると、こんな感じで、空気がね、ワクワクしているの感じますか？ところどころね、リプレイに行く方がいらっしゃって、それが見えますよね。はい。こんな感じで、皆さん、リプレイに行かれた方は、ここ通ったんじゃないかなと思います。で、この日に三井ガーデンホテルに、まず、お昼をね、食べようということで来ております。結構高級ホテルな感じじゃないですか？わあ、結構すごい感じですね。素敵。何階だったかな？結構上の方の階でございます。そしてここでね、ランチをいただいたという、なんかおしゃれな感じですよね。ホットサンドです。もう楽しみでしょうがない。これから2回見られるっていう上に、こんな感じで横浜の海の風景が素敵に広がっております。見えるでしょ？向こう側に海があります。わあ、さすがです。
そしてですね、この日はワシントンホテルのレディースルームにフィゲモン泊まっておりまして、そのルームツアーをさせていただこうかなと思います。レディースルームはこうやってね、この扉の向こうが全部レディースルームらしいんですけれども、カードをかざして入ります。他の回はね、そうではなかったです。そしてフィゲモンのお部屋は一番奥ということでね、頑張って一番奥まで行ってきます。こちら、1857号室です。いいね、端っこ。入っていきます。はい、すぐに。珍しいですね。入って右にポットがあり、そしてお部屋がこんな感じで。はい。やばいね。ドア開けちゃったらこれ。外って感じですけれども。何があんのかな。アップルフルーツティーですかね。これドリップコーヒーですね。これが一つずつついていました。で、カップ。これが横浜って書いてあって珍しいですよね。こういうタイプのカップってホテルであんまり見たことがないんですが、いいデザインだと思います。そして冷蔵庫は空の状態です。はい。で、ちょっと見る前にスリッパですね。スリッパがね、2種類ありますね。使い捨てのとそうじゃないのと1つずつありました。そして靴を脱いで入っていくタイプのお部屋です。なんかふかふかしていい感じのパジャマですね。こちらはロングのタイプですね。ロングのパジャマです。はい。そしていろいろ違いますね。普通のお部屋と。こちらはなんだろう。加湿器かな。はい。そしてライトがあったりとか、女優ミラーですね、あれ。化粧し放題みたいな感じで、こちらは美顔器ですね。美顔器とリファのドライヤーがこんなところにあります。珍しいですね。そして一人用ソファー、いいね。はい。そしてこの風景、一番端っこだからかな、すごい綺麗な風景が広がってますよね。海側のお部屋でございます。いいな、海側の。ワシントンホテルは海側とか山だったかな、書いてあるんですよね。お部屋取るときにわかります。そして、こちらですね、会場に入っていこうということで、こちらが会場の中ですね。フードが置いてあるとか、なんか結構珍しいし、さすが横浜、おしゃれです。そして中に入っていきたいんですが、あれアリーナの入り口でしたね。で、フィゲモンはこちらですね。ショートサイドのスタンド席がこの日取れました。先着でね、取れたんですよね。すごくいい席でした、こちらの席も。このショートサイドから見るこの風景どうです？うわー、すごい機材もいっぱいありますね。はい、フィゲモンプーさん、リの衣装でめちゃめちゃ楽しそうです。わー、この映像でわかりますかね。もうみんなワクワクし放題って感じでございます。そしてこちらがね、お立ち台、みんなの注目お立ち台でございます。あそこかーという感じで、うわー、いいですね。この最後の盛況ですよね。これやってるとめちゃめちゃ嬉しいんですよ、フィギュアも。そしてこのリプレイのね、画面がだんだん
鏡のように映ってくるというのがこの整氷の時の楽しみでございます。でこれがね自分の席、フィギュモンの席でございます。なかなかですよね。これ割と真ん中に近いです。わー楽しいってことで公演が終わりまして、すごい良かったです。その余韻とともに横浜の夜景を眺めて、なんて幸せなんだろうと思っていたのを思い出します。いやー綺麗すぎる。こんにちは、羽生結弦です。リプレイツアー横浜公演にお越しくださりありがとうございます。最後の最後まで力を出し切るので、ぜひぜひ楽しんでください。応援よろしくお願いします。わあ、羽生選手ありがとうございます。わあ、そしてこれ次の日ですね。次の日の朝でございます。朝もね、いい風景でしょ？ちょっとね、昨日とは風景が、色が変わっていて。素敵。横浜って感じっていうの伝わります？インターコンチネンタルがあってね、観覧車があって。すごい絶景ですね、このお部屋。はい。ここまで綺麗なのないよね。で、こちらですね、2月19日のお昼前ですね。メンバーの方がですね、このプレゼントを一つずつ作ってくれてたので、圧巻だなと思って撮らせていただきました。すごくない？めっちゃワクワクする。そしてこのバッグも素敵ですよね。気合入りまくりです。みんなに写真撮られてた気がします。うわー。すごいね。マジで。これはマグマグさんのバッグだったかな。はい。いやー、圧巻なので一緒に撮らせてもらいました。そしてこちらのね、生命をリボンにして、はい、ポーチとかもかわいい。そして2月19日の素晴らしいお席の映像をここでも置いておきます。これ端っこなのわかります？はい。やばいでしょう。みんなお立ち台大注目っていうのがわかると思うんですが、近くに寄るとこんな感じなんですよね。ライトがついてたりして。で、これが真ん中の通路ですね。だからど真ん中は誰もいないというところで写真撮っております。で、クジャ様とこれをいただいたんですが、撮影しております。はい。お立ち台いないけど。っていうことで最後、もう公演が終わってしまって、次の日の朝、家に帰る直前ですね。こちらの日は三井ガーデンホテルに泊まってたので、そこからの風景です。だからね、会場の横にあるので、昨日ここでやったなーって思います。いかがでしたでしょうか？楽しかったですか？今日はリプレイ横浜公演2日目の大楽アンコール上映と現地観戦を比べるという観戦記とそのファンニューライフをお届けしました。フィギュモンにとってこの横浜公演大楽は最初の強運の頂点のような出来事でした。この時の最高の席に座れた経験から今望む現実の手に入れ方が分かってきた。そう、今ならはっきり言えます。喉から手が出るほど欲しいものをこの世に生み出してくれた羽生選手の素晴らしいスケートをこれからも楽しみにしています。ありがとうございます。この動画が良かったと思う方はコメントをお待ちしています。羽生選手の演技は一つだけど感じる心は無限大です。あなたの感想はあなたの言葉によって世界に発信されます。コメントを読むの楽しみにしています。ということで、フィギュモンでした。さようなら。